西田夏実、飯村優太のアイデアのゴミ箱。こんばんは、西田夏実です。こんばんは、飯村優太です。いやー、半年経ちましたね。またその話題ですか？半年経ったということはどういうことでしょうか？どういうこと？半年経ったということですよ。はい。そしてこの先我々が注意しなきゃいけないことはどういう点でしょうか？気が緩まないようにすること。そんな当たり前だろボケそういうのがね、マンネリ化を生むんですよ。わかりますか？マンネリ化。はい。マンネリ化、これがね、一番注意しなきゃいけないこと。まあそうですね。はい。マンネリ化ってどういう意味ですか？おめえ今下ネタ言おうとしただろ違う。こら言おうとしてないよ。絶対下ネタ言おうとしただろおめえ。違うよ真面目に考えてたんだよ。なのでマンネリ化を防ぐためにはどうしたらいいか考えていこうと思います。まだオープニングですけど、どうしたらいいと思う？刺激のある毎日を過ごす。また下ネタか？違いますよ。例えばじゃあ下ネタを禁ずる。まあそれはいいかもね。ちょっと言い過ぎだわ。でもそれ大丈夫か？このチャンネルどういうこと？なくなるんじゃないか？なくなんないよ。下ネタを取ったら何が残るんだ？何も残らないね。皆様今までご視聴ありがとうございました。やめなさい。なので僕は考えました。ちょっと今日はマンネリ化を防ぐために台本でいつもお互い読むとこ決まってるじゃないですか。はい。あそこを逆に読んでみましょう。いきなり？待ってよ、練習してないよ全然。練習なんてそんなものは必要ありません。マンネリ化を防ぐためなんです練習したいよもう。はい、そんな感じでいきましょう。いや早速あなたですけどね。このアイデアのゴミ箱は俳優飯村優太と脚本演出家である西田夏実の2人がおしゃべりするラジオ的なものとなっております。週に1回ラジオ、不定期でおまけ動画を投稿していく予定です。それでは始めていきましょう。西田夏実飯村優太のアイデアのゴミ箱。チャンネル登録高評価よろしくね。楽ちんポコチン。西田夏実、飯村優太のアイデアのゴミ箱。改めましてこんばんは、飯村優太です。どうも西田夏実です。言い慣れてないこっから先は私でいいんですか？こっから先はあなたでいいですよはい。6月12日にこのチャンネル初のライブ配信として飯村優太お誕生日会2024を開催いたしました。お祝いに来てくださった皆様ありがとうございます。ありがとうございます。あんなにたくさん来てもらえてね、正直びっくりしたんですけど、写真とかね紹介したいんで、そんなにたくさんないんだけど振り返っていきましょう。はい。まだご覧になっていない方はよかったらね、アーカイブの方を見てください。はい、コメントも待ってます。というわけで、自分のお誕生日会をライブ配信するということについてどうでした？まず人が来てくれて本当に良かった。よかったねあれ誰も来なかったらどうしてました？そもそも来る前提でやってないんですよ、あれ。っていうのもあれなんだけど。おい、バカにしてんのか？違う、そうじゃないけど、ね、まだね、そんないっぱい人が来るようなチャンネルではないので、だから台本では公開収録的な感じ、要するに、ライブ配信を使って一本やろうみたいな、そんなつもりではいたんです。腹黒い誕生日ですね。なんでよ。あんなに飾り付けたの初めてだね。なんで自分の誕生日で自分で飾り付けなきゃいけないんですか？ちょっと私がね、機材のセッティングとかでちょっと手間取っていて、ごめんやってっつって風船とかめっちゃ膨らましたしうちの母ちゃんが言ってたもん。頑張ったねって。頑張りましたありがとう。でも映ってるあの一角だけですけどね。当たり前ですよ、そんな。うん。部屋全部やったら大変だもん。いや、そんなことないよ。見えてないところはもっとすごい飾り付けがされてたんだよ。お？純金で飾り付けられた。なんかさ、もうセンスがさバブルなんだよ、それもうキラッキラですよだったらそのお金を使ってさ、もっといいとこ住みたいよ。おめえそんなこと言ったら話進まねえじゃねえかよ食事もね、頑張って私用意しましたよ。頭が。なんでよ。ちらし寿司的なもの？サーモンとアボカドのやつ。あれがすごいさ、色が綺麗で作ってよかったな。あれ美味しかったっすね。本当に？アボカドは僕はそんなに好きではないっていうのを公言しましたけど。ほら！サーモン美味しかった。サーモンだけ？酢飯も美味しかったアボカドはそんなに美味しくない。いや、なんかさ、アボカドで思い出したわ。終わった後にさ、
いや今日下ネタ全然言わんかったわみたいなことを私が言ったじゃん。うん。そしたらさ、でもアボカドってめっちゃ言ってたよねとかって言われて、うん。なんで何が下ネタなのって言ったら、なんかどっかの国ではあれが玉だっていう風に言われて、飯村さんに。うん。アボカドは金玉です。って言われてさ、その日とてつもない達成感だったのに、全部台無しにされましたよ。金玉。やめなさい。で、飾り付けた部屋と料理が並べられて、プレゼントちょっと早くねすか、あのタイミング。乾杯って言ってもうすぐ渡すぐらいだったね。うん。いやだってさ、あのタイミングで渡さないと、せっかくプレゼントあげてもさ、画面に映ってる時間が短いじゃん。あれ画面に映ってたか？映ってたよ。ちょっと映ってたか。私怖くてまだライブ配信見返せてないんですけどいやめちゃくちゃ可愛くない？あのペンケース、チャムスの。うん、ペンケースね。あれめちゃくちゃ可愛くって、なんか配信終わった後も本来だったら飯村さんの所有物になるんですが、私が結構可愛がってたね。一緒に寝てた。うん。ペンケースとして使えなかった。しばらくね。うん。でも気づいたらいなくなってたんですよ。当たり前でしょ。代わりにダイニングのテーブルの上にライオンくんが転がってて中身を抜かれてね。魂の抜けたライオンくんが転がってて、しょうがないから私洗濯のさカゴの中に一緒に入れといたよ。あいつ現れたの？まだ現れてない。現れるの？予定。どうするあれ。どうする？いや捨てらんないじゃんだって。じゃあなんか違うもの詰めとけばいいんじゃないですか。どっかに飾ろうよ。吊るし上げるってことですか？違う、飾ろうよ。じゃあちょっと私の机のどっかに置くか。うん。ちょっとかわいそうだもんね、さすがにね。さあ、仙台ライオンくんはすごくね、周りの人から受けが良かったんですけども。あ、そうなんですか？うん。仕事の時とかね、筆記用具を出す時にどうしたってペンケース出すじゃないですか。うん。ライオンくんが出てくるとね、かわいい、何ですかこれ、やだもう、みたいな。もう飯村さんたらお茶目さん、みたいな。いや、与作の方が可愛いわ。誰ですか、与作。いや、あなたがつけたんでしょ、名前。与作？最初はなんだその名前って思ったけど、なんかだんだん馴染んできて。和の心は大事ですよ。普通に与作って呼んでるわ。だって仙台のライオンくん名前ないんすよ。はあ、かわいそう。まあ、ぜひね、可愛がってあげてくださいよ。はーい。うん。私にもたまには可愛がらせてほしい。与作につけるためのハイネコの缶バッジも差し上げまして。あれ与作がおしゃれで胸元に缶バッジつけてるっていう設定になるから愛着湧きますよ。あれカバンから出すときちょいちょい引っかかってっちゃう。やめろまああれもともとね、私が冬に被ってる帽子についてたやつなんですけど、うん、中古やん。ありがとうございます。ぜひ宣伝してください。はい。トークテーマを一応決めて進めてはいたんです。うん、台本一応ありましたもんね。うん、ちゃんとなんかこう進んでってこういう段取りで終わってみたいなのは決まってましたね。うん。だから途中ちょいちょい西田さんがね、携帯を生配信にもかかわらず携帯をガン見するっていう不届きな。ちょいどころかずっと見てた携帯。うん、紙で出そうと思ったのよ。うん。段取りを間違えまして。先にマイクをセッティングして、そのマイクの真後ろにプリンターがあるので、うん、ちょっとめんどくさかったんですよ。まあせっかくセッティングしたのにね。まあなんで PDF でスマホで開いて見てたんですけど。とか言いながら本当はソシャゲやってたんじゃないんですか？やってないよ。ログインしなきゃみたいな。いやログインはもうしてあったし、その日のつむつむのデイリーは結局終わらなかった。しかしまあ話それましたな。コメントくださったっていうのもありますけどね、うん、そこに答える形で喋ってたっていうのもありますけど、トークテーマガン無視上の方に出てるトークテーマと全然違うことをずっと喋ってるっていう、あとずっと食ってるっていう。でここでこのライブ配信のハイライトパパ村登場です。ハイライトもクソもないじゃないですか。いやハイライトだよ。私だってこの1週間の中のハイライトあれだもん私の生活の中で。うちの母ちゃんにも話したもんだって急にね。いや最初私がコメントを見つけたんですよ。飯村さんはなんか最初気づいてなくって、私はすぐその正体というかあれに気づいて、で私が勝手にこう読んでいいのかっていうのが分かんない。でねえねえこれってみたいな、なんかひそひそ話みたいな感じになって、なんか生配信なの。そうライブ配信だからそれやるとさ、見てる人もちょっとざわっとする可能性があるんだけど、でもさ確認しないわけにもいかないしと思って、唐突な放送事故みたいなことをしたんですけど、でもその後飯村さんがね、パパです
って言ってみんな草生やしたりパパって言ったりしてたから、あれね、あんなこと起きないよ普通。普通は起きないよ。いや、ちょっとしたさ仕込みなんじゃないかなっていう風に思われても仕方がないぐらいの奇跡が起きたね。何も隠すつもりもないぐらい思いっきり本名で来やがったかね、あの人。いや、びっくりした。西田さんまさかの初めましてでライブ配信で初めましてお世話になっておりますみたいなそんなことあると思って。ちなみにパパ村は飯村の出身地である青森県在住でございます。そうなんです。飯村さんはここ何年かずっと帰ってないじゃん。帰ってないですね。何年かっていうか、私知り合った時にはもう絶対帰ってないよ。そうですか？知り合ってからこっち一度も帰ってない。だから8年9年とかだよ、少なくとも。もうちょっと帰ってると思うけど。帰ってないだって私知らないもん。それあなたが知らないだけで。いやだってあなたは僕の全てを知っていると思ってるんですか？もしかしたらさっとこうさって行ける距離じゃないじゃん。そうなのよ。青森って分かってるじゃないですか。おめえ青森出身だったらそんな帰るか？ちょっと分かんないな、その地方に住んでる人の帰省の感覚って。お金をかけるか時間をかけるかの両天秤ですよ。時間かけたらいいじゃん。一晩かかりますよ。歩けば何日かかるんだろう。6日かかります。ほらね。Google マップ使ってる人分かると思いますけど、自転車の項目ないんすね。自転車で行くやつなぞおらんみたいなことなのかな、これ。自転車で通れない道があるんじゃないの？そういうこと？わかんないけど。山とかでってこと？でも1週間で行けるんだね。これでも不眠不休だわ。帰るの大変かもしれませんけどね。たまには帰省しようね。僕は別に帰りたくないわけじゃないんですよ。で、帰るのが大変なっていう、そんだけ。じゃあ今度一緒に帰ろう。一緒に帰ろう。私青森行ったことないんすよ。行ってらっしゃい。何もないよ。弘前城とか。弘前城って今どうなってるんだろう。なくなってはないと思うよ。パパ村さんが言いたいだけパパ村さんがね、聞いてくださってるらしいということで。どうやら生存確認のために僕のネットストーカーをしていたらしいです。写真とかもさ、多めに載せようね。いや、こっちもやろうと思えば別に LINE で写真送りゃいい話なんですけど。いや、違うじゃん。だってやんないじゃん、絶対そんなの。やらない。だから私が画像を拾い集めて、ネットの海に出しますんで。というわけで、40歳になった飯村さん。はい。私に何かアドバイスはありますか？何かアドバイス？30そこそこの西田さんに何か人生のアドバイスをください。有用なものをお願いします。明日地球は滅ぶと思って生きることをお勧めします。それ全てがどうでもよくなっちゃうやつじゃん。違うよ。後悔なく一日を大切に生きろということだ。マジ？だって明日地球が滅ぶんだったら何もしないよ、私多分。それがあなたのベストな人生ということですよ。でもまあ地球とまではいかなくてもそういうことはあり得るからまあそれは大事だね。あとあんまりチンチンって言いすぎるとふとした時に言っちゃうから気をつけた方がいい。わかる。気をつけるわ。まあそのぐらいかな。はい。どうやらね、ライブ配信中 BGM が流れていなかったようで大変失礼いたしました。これ全部流れてなかったんですかね？いや、頭は流れてたはず。ハッピーバースデーの曲が流れてなかったってことなのかな？確認しましょう。そうね。次にやる予定はあるんですか？私の誕生日。やるの？やっぱり。嫌ならやんないですけど。試しにやってみるか。いや、どっちでもいいんですよ。私自分の誕生日に悲しい気持ちになりたくないから。そうだよ。結構怖いよ、これ。そう、怖いでしょ？ね。だからちょっと自分の誕生日はあんまりやるつもりはなかった。僕が見に来てくれた人にどれだけ救われたか。じゃあやめよう。私の誕生日は。いや、とりあえずやっとこう。じゃあ準備とかいろいろやってくれます？いいですよ。なんか台本とか。いいですよ。わかりました。というわけで、私の誕生日、私の33歳の誕生日、7月26日。もう3日早く生まれていたら夏美の日だった7月26日。ライブ配信やろうと思いますので、よかったら見に来てくださいませ。僕の時よりも宣伝が早い。ここからはお知らせコーナーです。ブースで西田さんの作品の脚本 DVD を販売中。私のフリー台本や飯村さんが出演している作品もありますよ。YouTube では西田さんが演出・出演で関わった残骸のミュージックビデオが公開中です。これらの URL は概要欄にありますので、ぜひご覧ください。また、飯村さんが出演する舞台、ザ・東京バンディッツ、親の遺産は蜜の味番外編が7月19日から21日に上演されます。
チケット予約は右上に出ているカードもしくは概要欄の URL からできますので、ぜひお越しください。最速情報は飯村さんの X をチェック。このチャンネルではラジオとおまけ動画を投稿していく予定です。X やアメブロもぜひ見てください。チャンネル登録、高評価よろしくね。ミーティングルーム。このコーナーは表現に関わる我々二人が様々な企画を行い、今後の活動に生かすアイデアを得るという名目で行われるバラエティパートです。よっ、待ってました。というわけで、多分なんですけど、そろそろ梅雨に入っているんじゃないかと思います。現在めっちゃ雨が降っております。収録時点では多分四国ぐらいまで入ってんのかな？あ、まだこっち入ってないんすか？この収録時点ではね。梅雨だとね、うつうつとしがちですが、梅雨入りしたということは、夏がすぐそこまで来ているということ。でもたまにめっちゃ長いことありますよ。7月の終わりとかまでずーっと梅雨とか。そんな梅雨を乗り切るためには、楽しいことを考えるしかない。ということで今回はこちら。夏休みの計画を練ろう。夏にやりたいことを垂れ流して梅雨を過ごそうということです。そうすれば、あっという間に夏になるでしょう。いいぞ、現実逃避、よっ。それでは、私から交互に夏にやりたいことを発表していきましょう。サングラスを買う。夏にやりたいこと？別にいつでも買えるのでは？夏にかけたい。おしゃれなやつをね。いいやつ。ちゃんとしたやつ。ちゃんとしたやつ。はい。そこら辺で適当に売られているやつではなく、ちゃんとしたやつを買いたい。僕昔、レイバンのサングラス持ってましたよ。おー、マジか。縁がピンク色でね。レンズの端っこの方にレイバンって書いてある。それ本物？タイの露店で買いました。絶対違う日本円にして多分20円とか絶対違うじゃん、それ。でも結構長いことね。もしかしてさ、舞台とかで使ってたやつ？ショッキングピンクの。でしょ？あれ、レイバンです。絶対違うじゃん、女。日本円で20円くらいのレイバンですよ。はい、じゃあ次。虫取り。ポケモンに出てくる虫取り少年っていたよね。虫取り少年だ。夏休みといえば虫取りでしょ。僕の夏休みっていうゲーム知ってますか？やったことはないけど知ってます。いいよ。あれホラーでしょ？見ようによっては。でも虫取りするってことはどっか自然のあるとこに行かないとね。帰省するか。網持ってね。網なんてね、必要ないんですよ。形から入るんだよ。おめえ分かってねえな。網なんて持ってたらな、カブトムシは取れねえんだよ。カブトムシ取りに行くんだ、この人。カブトムシ、網で取ると思ってるでしょ。なんとも思ってない。そんなもん使いません。どうやって取るか知ってますか？どうせ手づかみって言うんでしょ？まあ、手づかみは手づかみですよ、それ。ただ奴ら木の上にいるから手づかみもクソもないじゃないですか、最初。だから網持ってたってどこにいるか分かんないから無意味なんですよ。あれじゃない？蜂蜜塗るんでしょ？違う、もっと手っ取り早い。木を蹴る。一つ勉強になりましたわ。たまにスズメバチとかと出くわす。木蹴られて落ちてくるスズメバチってちょっと間抜きやな。スズメバチはね、落ちてこない。おかしいなと思ったんだ、今。スズメバチはね、落ちてきません。ただただ怒り狂って。いや、死ぬってそれ。ねえ、今でも忘れませんよ。一緒に虫取りに行った友達のケツに思いっきりでけえスズメバチが止まったっていう。やだ。ごめんと思いながら逃げた。ちょっと虫の話はこれぐらいにしましょう。キモいんで。まだいけますよ。キモいんで。ほい、次。バーベキュー。肉が食いたい。BBQ ってやつですね。そうですね。あれですよ。パリピがやってるやつですよ。あなた、アウトドア嫌いじゃないですか？場合による。毎日一生懸命自然と触れ合えって言われたら嫌だ。じゃあこのバーベキューは、バーベキュー場みたいなところでやるバーベキューのことかな？都心の綺麗なとこでいいです、私は。焼肉屋にでも行ってこい。外じゃないじゃん、焼肉屋は。どっかあんのかな？バーベキュー？いっぱいあるか。なんか河原とか。そこまで行かんでもいいな。夏ぐらいになると、そういう広告とか出てるじゃないですか、街中に。ビアガーデン的な感じで、バーベキューできますよ、みたいな。まあ夏は増えてくるでしょうね。ね、行きましょう。いいですよ。やったー！決まり！ほい次。魚釣り。なんでそんなさ、アクティビティばっかりなんだよ。おめえ夏休みっつったら魚釣りだろうがよ。いや、わかんねえよ。僕の夏休みっていうゲーム知らねえのかよ。知らねえよ。ホラーだってことしか知らねえよ。魚を釣るんだよ。だって一緒にできないじゃん、それ。魚釣りしたことあります？ないですね。ないんだ。餌をつけられないです。餌ってちなみに何をご想像なさっています？キモいやつ。
釣り堀とか行ったことないですか？ない。いつもお茶の水の電車の中から見ている。釣り堀とかだったらね、餌は練り餌って言って、なんか粘土みたいなやつ丸めて針につけて。ちなみにそれ何を練ってるんですか？よくわかんないです。いや、それ怖いね。よくわかんないですけど。あれかな、ただの魚の身を練ったみたいなこと？それとも私今すごい嫌な想像したんだけど。それはご想像にお任せしますけど。いや、お任せしないでよ。安心していけないじゃん、そんな。ただ練り餌っていう餌だから。少なくとも足6本あったりとかしないから。いや、でもなんかその中身がわかんないと触りたくないな。中身がわかんねえものなんて世の中に溢れてんだろうがよ。だからそういうものには関わらない方がいいんだよ。まあ、うっかり釣れたとするじゃないですか。うん。その後さ、外さなきゃいけないわけじゃん。いもちろん。や、できないかも。魚が触れないってことですか？触るだけならできるけど、うん。ガチッってやって、ふんってやって、うん。外すはできないかも。単純にあの動きをしていてヌルヌルしているものを一生懸命掴んで外すのはできないかも。基本手袋しないとね、ヌルヌルしてまともに掴めなかったりとか、あと毒持ってるやついますからね。やっぱさ、そうだよね。掴めないよね。中学校1年生の時に、大山？神奈川県かどっかの山に遠足で行ったんですけど、その山の中に川があって、で、その川がこう網で仕切られてて、なんか魚を掴み取りできるみたいなのがあって、やらされたんですけど。あれさ、全然掴めなかったもんだって。掴めてる子もいたけど、なんかすごいしんどい時間だった。中途半端に掴もうとしてもヌルヌルして逃げられるだけですから。うん。もう握りつぶすぐらいの勢いで掴まないと。なんで普通にさ、川に入って遊ぶっていうことをやらせてもらえないんだろうって子供心に思ったね。人生は自由にならないんだよっていう教訓ですね。遠足ってね、制約があって嫌ですね。はあ、やりたくないことをやらされ、やりたくないことをやらされ。2回言っちゃった。人生ってそういうもんだよっていう教えです。なるほどね。ほい、じゃあ次。2人で浴衣を着る。浴衣着ればいいじゃないですか。2人でね。2人で一つの浴衣を着るってこと？あ、うん、違う違う。二人羽織みたいな。違う。そうじゃない。やめてね、それ前回のラジオでさ、なんか飯村さんに字幕任せたらさ、なんか私が勝手にボケて勝手に滑ったみたいな字幕をつけられて、あれ私じゃないですからね。わかる人にしかわかんないけど。なんだっけ、浴衣？2人で浴衣を着て出かけるっていうことをしたい。はあ。浴衣って結構着るの大変なんで、だからまだ元気なうちに浴衣を着ておきたい。おい先短いんですか？年取ったらさ、もういいやってなっちゃうと思うのね。うん。だから今のうちにやっておきたい。着たらいいじゃないですか。着ましょう。なんかさっきから西田さんの要望ばかり通ってますけどね。そんなことないよ。たまにはじゃあ否定していこうか。やだ。おい、じゃあ次。花火。夏といえば花火。それ見るってこと？やるってこと？手持ちのやつ？それはどうかな？結構さ、今、花火ができる場所って限られてるじゃん。そうなんですよね。うん。川とかさ、ああいうとこも実はできなかったりするでしょ？そうなんですよね。うん、近所の公園とかね、やっちゃいけないんでしょ？まあ、うるさいからね、普通にね。ね、ほんと、東京ってのはマジ自由がねえな。じゃあ、青森帰れよ。そこら中で爆竹鳴らしてましたよ、ほんと。怖っ。ネズミ花火ガンガンぶん投げてましたよ。投げちゃダメでしょ。あれ投げるとすげえかっこいいんですよ。なんか、必殺技みたいでかっこいいんです。あとロケット花火とかね。ロケット花火もね、あれぶん投げると面白いんです。空に向かって思いっきり投げて、さらに上に向かってピューンって飛んでってくれればいいんですけど、たまに方向転換して自分の方にピューンって戻ってきますから。あ、中高時代の同級生のちょっとやんちゃな男の子たち何人かが、河原で飛ぶ系の花火をどっちが先に相手に当てられるかみたいな遊びをしてたって聞いて。楽しいですよ。じゃあ、浴衣着て花火すればいいんじゃない？どこで？あなたの実家の庭とかでいいですか？ダメではないけど、初めましてがそれになるけどいい？どうも、初めまして、花火をしに来ました。まあ、そんな感じで花火がしたいんだ。はい。はい、次。水着を選んでプールに行く。だってあなた潔癖症だからプールとか入らないじゃないですか。プールも海も入んないんだけど。いや、でもね、今のうちにやろう。元気なうちに。プールに入るとは言ってない。まあ、それでもいいよ。あ、あれじゃない？スーパー銭湯的なさ、プールと温泉の間みたいなやつ。うん。あれ行こう。でもあなたプール入らないじゃないですか。あ、大丈夫。そのぐらいだったらまだ。まあなんか水着もう何年も着てないですからね。下手したら10年以上着てないかも。言うて男の水着なんてもうパンツと変わんないですから。確かに。うん、そう、それ思ってる、いつも。うん。だから水着っていう意味では、あれは着てみたいっす。
オリンピックとかの水泳選手が着てるブーメランみたいな。上から下まで。ああ、そっちビチッとこう、ウエットスーツみたいになってるやつ。ブーメランかと思った。ブーメランだからパンツと変わんねえじゃねえかって話をしてんだろ。はい、次。肝試し。無理。夏と言ったら肝試しでしょうがよ。いや、無理ですね。なんでですか？怖いの嫌です。怖くないよ。何どういうものを想像してんの？誰もいない廃墟に、無名の YouTuber 二人が。ダメなやつじゃん。お分かりいただけただろうか。なんか自分が受けた教育が悪かったと思うんだ、肝試しに関しては。どんな教育受けたの？夏とかに合宿じゃないけど外泊して、なんかみんなそういうのって肝試しやりたがるじゃん。で、なんかそのゴールになる場所になんか仕掛けをしてとか、なんかいろいろ演出をしてくるじゃないですか。はい。なんかその無理やり人の力で脅かされるっていうのが、お化け屋敷とかもそうなんですけど、怖いのもあるけど、いきなりわって刺激を与えられてびっくりするみたいなとこも結構あるじゃん。なんかわーってなって、わーってなって。大丈夫ですか？ダメなんだよね。なんかもう穏やかな日常を過ごしたいんで、そんなことをしてくれるなと。お化け屋敷のお化け側やったことありますよ。あ、マジ？お化け屋敷じゃないや。肝試しのお化け側。なんかやりたがる人いるよね。運営側。だから、そいつらは、仕掛けを受ける側の気持ちを全く理解せずに自分たちだけが楽しいということを最優先した結果そうなんだよ。違うんだ。やりたくてやってるわけじゃねえんだ。そもそも、あれ、お化け側の方が大変なんだ。いや違う、大変とかじゃないの。別に。大変かどうかっていう話をしたら、こっちも大変だよって話になるじゃん。やりたくもね、肝試しをさせられてみたいな。それはもうしょうがないじゃないですか。なんだよ、しょうがねえってよ。だって小学校の時とかそういう時もカリキュラムで決まってるんだから。運営側に回された方の気持ちをもうちょっと考えた方がいい。何？いつ来るかもわからねえターゲットをただひたすらめっちゃ蚊がブン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 いる中ずーっと待ってなきゃいけない。っていうわけでね、肝試しは双方メリットがないので、なんか文化としてなくしていこう。肝試し撲滅委員会の一員なんで。じゃあ夏の怖い話番組とかどうすか？無理です。よし、じゃあそれにしましょう。嫌です。小学校の時に学校の怪談っていうなんか、ありましたね。本があって、あれ、本があって読んだ日からもうしばらくベッドに入って震える日々を送りました、私は。西田さんは怖がりなんですね。かもしれん。というわけで、肝試しはちょっとなしの方向へ。全部なしなんですけど、今いや、魚釣りかな、ワンチャン。あと花火。おい、次。写真撮影。2人で出かけて夏っぽいエモい写真を撮り合いたい。あと、2人で撮った写真あんまりないから撮りたい。YouTube の最初出るじゃん。2人の写真。あれのね、バリエーションマジないのよ。あれ用に撮ればいいじゃないですか。撮りに行くってこと？別に行かなくても、なんかその辺のホワイトバッグで。違うよ。だから、それだったらせめてこういう機会に出かけて、いい感じの写真を撮ろうよっていうことを言いたい。何かのついでだったらわかるんですけど、写真を撮るために出かけるんですか？ちょっと遠出して、みたいなことでもいいよ。ただ、遠出をするがメインじゃなくって、写真を撮るのがメイン。じゃあもうその辺の公園とかでいいじゃないですか。やだよ。だからなんかのお出かけついでにやるかな。そういう素材いっぱい撮っとけば、動画とかでね、使えるんで。まあ、じゃあ、最後行きましょうか。ビアガーデン。バーベキューとビアガーデンは違います。行ったことあるよ、ビアガーデン。吉祥寺の東急の屋上のビアガーデン行ったよ。だからビアガーデン。いいよ、別に。おし決まり。でもそれだったら、これと抱き合わせでやっぱ肉を食いたいっす。というわけで、2人の夏にやりたいことが出揃いました。はい。これを聞いてくださっている皆さん、夏にやりたいことがありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。これ、いいよって言われたやつは本当にやるんですか？この中から気楽にできそうなものをやるかもしれないし、やんないかもしれない。じゃあ、肝試しだな。まあ、私が企画するんですけどね。よーし、頑張って生き延びるぞ。以上、ミーティングルームのコーナーでした。あいごみ。さて、あいごみラジオもお別れの時間となりました。お互いが喋ってるパート変えんの結構大変だったわ。なかなか新鮮ですね。新鮮っていうかなんかもうどこを逆にするのかっていう方が気になった、割と。名前とかもね。そう名前がね結構ごちゃついたね。これ別に西田のまんまでいいんだみたいなのはありましたけど、
割とこの定型コーナーっていうのかな多分トータルすると私の方が喋ってる量が多いんですよ。全部入れると私が多いんですけど、これをね飯村さんにやってもらうことによってめちゃくちゃ楽でしたね。どうします？この先もやってきますこれ。まあ別にどっちでもいいけど、飯村優太西田夏美のにしたい気持ちはあるよね。最初ねそうしてたんですよ、チャンネル名ね。飯村優太西田夏美のにしてたの。でもそうしたら飯村さんがいや逆にしたいとかって言い始めて文字数的にさ、なんか語感悪いじゃん。僕の方が文字数多いんで。まあここに関してはねどうこう言ったってしょうがないんで。じゃあ今後も不定期でやっていきますか？まあいいよ別に。気が向いた時に逆にしますか？たださ今日みたいにさもたもたしてるとさ、ちょっと嫌だから練習しとこう。じゃあこの後も逆にします？飯村さんちゃんと締めてください。はい。さてこのチャンネルでは皆様からの大切なメッセージアイデアをコメント欄にてお待ちしております。こんな企画をやってほしいなども大歓迎です。気楽な気持ちでコメントください。ここまで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。西田夏美と飯村優太でした。あいこみラジオ次回に続く。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。